1941年12月7日、太平洋の真ん中で世界は引き裂かれました。日本海軍による真珠湾奇襲攻撃、戦艦アリゾナ爆沈、オクラホマ転覆。アメリカ太平洋艦隊の主力はわずか2時間で鉄くずと化しました。トラトラトラ。日本中がこの伝聞に熱狂し、提灯行列が街を埋め尽くしました。誰もが信じました。これで勝った。アメリカは怯えた。大日本帝国の栄光は永遠だと。しかし、この完全勝利の映像の裏側で、日本が静かに、しかし確実に敗北を決めた瞬間があったことをあなたは知っているでしょうか。燃え盛る戦艦の墓場のすぐ横で、奇妙なほど静まり返ったエリアがあります。見てください。この銀色に輝く巨大なタンクの群れを。そして、無傷で残された巨大な修理工場を。攻撃隊のパイロットたちは、戦艦を沈めることに血道を挙げ、この地味な施設には、爆弾を一発も落とさずに飛び去りました。しかし、ここにこそアメリカ軍の心臓が隠されていたのです。タンクの中に眠っていたのは450万バレル、トン数にして約70万トンもの膨大な重油でした。当時の日本の備蓄量の何倍にも相当する戦争継続のための黒い血です。後にアメリカ太平洋艦隊を率いて日本を追い詰める男、チェスター・ニミッツ提督。彼は廃墟となった真珠湾に降り立った時、この無傷のタンクを見て震える声でこう言ったと伝えられています。神はまだ我々を見放していない。日本最大のミスはあの石油を燃やさなかったことだ。もしあそこで450万バレルの油が焼かれていれば、アメリカ艦隊はハワイを維持できず、4000キロ彼方の西海岸まで撤退せざるを得なかっただろう。そうなれば、戦争はあと2年。いや、それ以上長引いていたはずだ。あと2年。当時の国力差を考えれば、日本にとってそれは、喉から手が出るほど欲しい、運命の時間でした。実は、あの日、その重要性に気づき、もう一度行こうと叫んだ男たちがいました。第三次攻撃、準備完了。猛将、山口多門少将は、即座に次の攻撃を愚信しています。今なら間に合う。ドックを叩き、石油を焼き払い、アメリカの息の根を止めることができる。現場のパイロットたちも再出撃を渇望していました。獲物はそこにあり、我々にはまだ余力がある。それなのになぜ、全軍の指揮を取るな愚中一中将は首を横に振ったのか。なぜ、目の前に転がっているアメリカの死を拾わずに背を向けたのか。南雲の脳裏を支配していたのは勝利の歓喜ではありません。ある幽霊への恐怖でした。敵の空母がいない。真珠湾にいるはずの空母エンタープライズと歴神と、この2隻の姿がどこにも見当たらないのです。海原のどこかに潜んでいるかもしれない見えない敵。もし今、攻撃隊を再び出せば、その隙に我々が逆に狙われるのではないか。虎の子の空母部隊が全滅するのではないか。勝っているうちに逃げろ。それはギャンブラーとしては賢明な判断でした。しかし、国家の運命を背負う指揮官としては、取り返しのつかない逃亡でした。午後1時30分、南雲は決断します。反転、帰投。艦隊は北へと進路を変えました。南雲は安堵したでしょう。
任務完了だ。無傷で帰れる。と。しかし彼は気づいていませんでした。自分が残していった石油とドックがわずか半年後、死神となって自分自身を殺しに来ることを。真珠湾攻撃とは何だったのか。それは輝かしい勝利の記録ではありません。日本が自らの手で敗北のスイッチを押してしまった悲劇の始まりなのです。450万バレルの石油、幻の第三次攻撃、そして指揮官たちの孤独な決断。歴史の分岐点は爆炎の中ではなく、指揮官の迷いの中にありました。1941年秋、大日本帝国は国家としての窒息死寸前にありました。アメリカ主導による ABCD 包囲網、そして決定打となった石油の全面禁輸措置。一滴の油も入らなくなった島国に残された時間はあとわずか。海軍の貯蔵タンクの油面は日に日に下がっていきます。座して死を待つか、それとも破滅覚悟で立ち上がるか。連合艦隊司令長官山本五十六。彼はアメリカという国の底知れぬ恐ろしさを誰よりも理解していました。かつて駐米武官として見たデトロイトの自動車工場、テキサスの無尽蔵の油田、その圧倒的な生産力は日本の数十倍。山本は周囲にこう漏らしていました。アメリカと戦えば物量で押しつぶされる。勝てる見込みはない。しかし国家が開戦へと舵を切った時、山本は海軍の常識を根底から覆すある狂気の作戦を立案します。健康一滴、海戦壁頭、敵の懐ハワイに飛び込み、その心臓をえぐり取る。真珠湾奇襲攻撃。当時の常識では不可能とされた作戦です。なぜならハワイまでは片道6000キロ。大艦隊が隠密裏に移動するには遠すぎ、給油も困難。何より真珠湾は天然の要塞であり、航空機による攻撃は通用しないと信じられていました。しかし山本は退きませんでした。これをやる以外にアメリカの戦意をくじき、講和に持ち込む道はない。山本は日本海軍が持つ虎の子の空母6隻、赤城、加賀、宗龍、飛龍、昇格、随格。これらすべてを集め、世界最強の機動部隊、第一航空艦隊を編成しました。それは天皇から預かった2本とない砲塔です。しかし、作戦の前に立ちはだかったのは物理的な壁でした。真珠湾の水深はわずか12メートルしかない。当時の航空魚雷は投下すると勢いで60メートル近く沈み込んでから浮き上がります。つまり真珠湾で魚雷を撃てばすべて海底の泥に突き刺さってしまうのです。来役は不可能。それが技術者の結論でした。諦めるか。いや、現場の男たちは諦めませんでした。鹿児島錦江湾。地形が真珠湾に似たこの場所で血のにじむような猛訓練が始まります。もっと低く海面を這うように飛べ。高度10メートル、超低空からの投下。さらに魚雷のビブに木製の安定板を取り付けるという驚くべきアイデアが生まれました。このベニヤ板の翼が着水時の衝撃を和らげ、沈下を防いだのです。不可能を可能にした執念の技術革新。こうして浅瀬でも走る魚雷という悪魔の兵器が完成しました。準備は整いました。しかし
この最強部隊を率いる指揮官の人選が運命の歯車を狂わせます。司令長官南雲忠一中将。彼は水雷や艦隊決戦の専門家であり、航空戦には素人でした。猪突猛進の猛将ではなく、緻密で慎重、そして何より艦隊の保全を最優先する古いタイプの指揮官です。南雲の横には航空参謀源田実ら航空至上主義の天才たちがいましたが、南雲は彼らの熱狂を冷ややかな目で見ていました。空母だけでハワイを奇襲するなど博打が過ぎる。発見されれば全滅する。さらに軍令部総長長野治からの密命が彼を追い詰めます。奇襲が成功すればよし。だがもし発見されたら無理をせず引き返せ。そして虎の子の空母を一隻たりとも失ってはならない。勝て。だが絶対に傷つくな。この矛盾した命令が南雲という慎重な男をさらに臆病にさせていました。11月26日、機動部隊は1カップ湾を極秘裏に出港。目指すは6000キロ彼方のハワイ。選んだルートは他国の船が通らない冬の北太平洋航路。ナビの高さは時に20メートルを超え、濃霧が視界を遮ります。甲板員が波にさらわれれば即座に死を意味します。もし海に落ちても絶対に救助しない。無線を使えば艦隊全体の位置が露見するからだ。非常な命令のもと、艦隊は進みます。最大の難関は洋上給油でした。荒れ狂う波の上でタンカーから空母へ太いホースで油を送る。衝突すれば大爆発。ホースが切れれば重油まみれ。乗組員たちは命綱一本で荒波と戦いながら、この曲芸のような給油を何度も成功させました。南雲中将は環境で祈るように繰り返していたといいます。アメリカに見つかっていないか。今日も無事か。12月2日、機関赤城の通信室が一通の暗号を受信します。2位高山のぼれ地208。開戦日は12月8日。もう後戻りはできない。賽は投げられました。そして運命の12月7日未明、決戦の海域に到達した赤城のマストに Z 旗が掲げられました。かつて日本海海戦で東郷平八郎がバルチック艦隊を撃滅した時に掲げた勝利のシンボルです。広告の荒廃、この一戦にあり。搭乗員たちは日の丸の鉢巻きを締め、愛機へと向かいます。エンジン音が轟き、プロペラがうなりを上げる。士気は最高潮に達していました。しかしまさにその時、南雲の手元に現地のスパイから一通の情報が届きます。それは彼の背筋を凍らせる内容でした。真珠湾、在泊艦船、戦艦8隻、巡洋艦7隻。報告書にはターゲットの詳細が記されていました。しかしそこに最も重要な名前がなかったのです。空母不在。空母がいない。エンタープライズ、レキシントン、この2隻の姿が真珠湾にありません。どこだ？どこに行った？もしかして我々の動きは筒抜けで、米空母はすでに海へ出て我々の側面を突こうと待ち伏せしているのではないか。見えない敵。それは半年後のミッドウェーで現実のものとなる空母同士の死闘の予感でもありました。南雲はこの時、まだ誰も経験したことのない
恐怖の入り口に立っていたのです。12月7日午前7時49分、ハワイ・オアフ島上空。雲の切れ間から淵田光雄中佐率いる第一次攻撃隊183機が姿を現しました。眼下に広がる真珠湾はまだまどろみの中にありました。米兵たちは日曜日の朝食をとり、軍楽隊は国旗掲揚の準備をしています。誰も空を見上げてはいませんでした。淵田中佐は合気の風防を開け、信号弾を放ちます。と。そして旗艦赤城に向けて歴史的な暗号が打電されました。虎、我、奇襲に成功せり。この瞬間、世界は変わりました。先陣を切ったのは雷撃隊でした。彼らが抱いているのは、あの錦江湾で開発された浅瀬用魚雷です。水深12メートル、魚雷、沈下せず。搭乗員たちの賭けは勝ちました。魚雷は白い鉱石を引き、停泊中の巨大戦艦群へと吸い込まれていきます。ドーン、ドーン。腹に響く鈍い爆発音とともに巨大な水柱が上がります。戦艦オクラホマ、ウエストバージニア。鋼鉄の巨体は横腹を食い破られ、悲鳴を上げながら傾き始めました。続いて、遥か上空3000メートルから水兵爆撃隊が冷徹に狙いを定めます。狙うは太平洋艦隊の象徴、戦艦アリゾナ。彼らが投下したのは、戦艦の分厚い装甲を貫くために改造された伝説の800キロ鉄鋼爆弾です。午前8時6分、運命の一撃がアリゾナの全部、火薬庫を直撃しました。その爆発は火山の噴火のようだったと言われます。一瞬にして1000名以上の乗組員が炎に包まれ、巨大な船体は真っ二つに裂けて海底へと沈んでいきました。真珠湾は黒煙と重油、そして阿鼻教官の地獄へと変貌しました。太平洋艦隊司令長官ハズバンド・キンメル提督は司令部の窓から自らの艦隊が燃え上がる様を呆然と見つめていました。その時、流れ弾が窓を突き破り、彼の胸をかすめます。提督はつぶやきました。この弾が私を殺してくれていればよかったのに。日本軍の攻撃はあまりにも完璧でした。戦艦4隻撃沈、4隻大破。アメリカ太平洋艦隊の主力は事実上消滅しました。しかし、この凄惨な破壊の映像の中で、奇妙なほど静かな場所がありました。カメラの視点を燃える戦艦から少しずらしてみましょう。そこには巨大なクレーンが並ぶ海軍工廠のドックがあります。そして丘の上には銀色に輝く石油タンク群が整然と並んでいます。攻撃隊のパイロットたちは戦艦を沈めることに熱狂するあまり、これらの地味な施設には目もくれませんでした。艦艇を叩け！飛行機を叩け！その命令通り、彼らは動くものすべてを破壊しましたが、動かないインフラ、つまり港の機能そのものは手つかずで残されたのです。地獄絵図の中で冷静さを取り戻し始めた米軍将校たちは、ある事実に気づき、安堵のため息をついていました。奴らは修理工場、ドックをやっていない。タンクも無事だ。燃料はある。戦艦は沈みましたが、港は生きていました。沈んだ戦艦も浅い港内であれば、
強力なドックとクレーンさえ無事なら引き上げて修理することができます。もし日本軍がこのドックを破壊していれば、損傷した艦艇は修理のためにアメリカ西海岸まで何千キロも曳航しなければなりませんでした。それは事実上、太平洋艦隊の完全なる死を意味します。しかし、ドックは残った。これは沈められた巨人たちがやがてゾンビのようによみがえることを意味していました。午前8時54分。第一次攻撃隊と入れ替わるように第二次攻撃隊171機が到着します。彼らの任務は撃ち漏らした艦艇へのとどめです。しかし、米軍側もすでに反撃態勢を整えていました。激しい対空砲火が空を覆います。さらに彼らを苦しめたのは、第一次攻撃隊が残した煙でした。燃え盛る戦艦の黒煙が湾全体を覆い隠し、地上の正確な目標を視認することを困難にしていたのです。黒煙で視界が遮られる中、第二次攻撃隊を指揮する島崎重和少佐は、燃え上がる湾内を見下ろしながら、ある種の違和感を抱いていました。くそ、煙がすごくて戦艦が見えん。まだ浮いている船はどこだ。島崎少佐たちは血眼になって煙の切れ間から軍艦を探し求めていました。その視界の端には無傷のドックと銀色に輝く石油タンク群が煙に隠れることもなく無防備にさらされていました。しかし彼らの目はそれを捉えていません。動く敵を叩くことしか教えられていない彼らにとって目の前の巨大なタンクはただの背景に過ぎなかったのです。もしたった一言「タンクを焼き払え」という命令さえあれば、マッチ一本で済むようなあまりにも簡単な仕事だったにもかかわらず、そして何より彼らの脳裏には出撃前に南雲長官が恐れていたあの懸念がよぎります。敵の空母はどこだ。正午過ぎ、攻撃を終えた機動部隊は興奮のるつぼにありました。大戦果です。アメリカ太平洋艦隊は壊滅。帰還した淵田光雄中佐は南雲長官に報告します。誰もが抱き合い万歳を叫びました。これ以上の結果など望めない100点満点の勝利。しかしこの熱狂の中で猛将山口多門少将だけは血走った目で南雲に詰め寄りました。長官、第二次攻撃隊の帰還を待って直ちに第三次攻撃を行うべきです。ドックを叩き石油を焼き払い、徹底的に息の根を止めるのです。この時山口多門が実際にどう詰め寄ったのか公式記録には残っていません。しかし多くの証言が彼なら間違いなくそう叫んだはずだと語り継いでいます。南雲の手が止まります。彼の頭の中の天秤が激しく揺れ動きました。目の前のさらなる戦果か、それとも艦隊の無事な帰還か、そして見えない敵空母の影。運命の決断の時が刻一刻と迫っていました。1941年12月7日、正午過ぎ。真珠湾上空での破壊劇を終えた攻撃隊が母艦へと帰還し始めました。赤城の飛行甲板は戦場特有の油の匂いと興奮した熱気に包まれていました。降り立った搭乗員たちは互いの無事を喜び、口々に戦果を叫びます。戦艦は全滅だやったぞ、完全勝利だ。しかしブリッジの空気だけは別世界の冷たさに支配されていました。司令長官南雲忠一の表情に笑顔はありません。彼は帰還した機体の惨状を凝視していました。
対空砲火が凄まじかった。報告によれば未帰還機は29機、損傷した機体は多数。アメリカ軍は最初の混乱から立ち直り、猛烈な反撃を開始していたのです。南雲の脳裏に軍令部からの言命がよみがえります。虎の子の空母を一隻たりとも失うな。もしもう一度行けば、今度はさらに多くの犠牲が出るだろう。そして日没が迫っている。夜間、着艦の訓練を受けていないパイロットたちを暗闇の海に降ろすことになれば、事故で機体を失うリスクも跳ね上がる。その時、南雲の迷いを切り裂くように、空母飛龍座上の第二航空戦隊司令官山口多門少将から猛烈な意見具申が届きます。第三次攻撃準備完了。直ちに攻撃隊を発進。敵の息の根を止めるべし。山口は生粋の攻撃型指揮官でした。彼は見ていました。戦艦は沈めたが、ドックと石油タンクは無傷だ。これらを破壊しなければ真珠湾攻撃の意味がない。敵は傷ついている。今なら無防備な喉元を食いちぎれる。山口にとってここで攻撃の手を緩めることは軍人としての背信行為に等しいものでした。赤城のブリッジでも航空参謀源田実が第三次攻撃の可能性を模索していました。やれます。我々にはまだ十分な爆弾と魚雷があります。現場の空気は攻撃続行に傾きかけていました。しかし参謀長久坂龍之介が冷静な声で南雲にささやきます。長官、目的は達成されました。これ以上深追いは危険です。南雲を最も躊躇させていたのはやはり幽霊人存在でした。アメリカ空母エンタープライズとレキシントン、攻撃隊からの報告は絶望的なほど同じでした。港内に空母なし。彼らはどこにいる？演習に出ているのか、それとも我々の背後に回り込んでいるのか。もし今第三次攻撃隊を発進させれば、空母の甲板は爆弾や燃料を満載した航空機で埋め尽くされます。それは空母が最も脆弱になる瞬間です。そのタイミングを狙って、もしアメリカの空母機が現れたら、ミッドウェー海戦で実際に起きることになる悪夢を、南雲はこの時本能的に予感していたのかもしれません。勝っているうちにやめる。ギャンブラーの鉄則であり、そして重圧に押しつぶされそうな指揮官がすがりたくなる正解。時間は刻一刻と過ぎていきます。山口多門からの無言の圧力が続きます。まだか。攻撃命令はまだか。しかし南雲は計算していました。我々は真珠湾を数ヶ月間使用不能にした。アメリカの主力艦隊を壊滅させた。これ以上の戦果を求めて、もし空母を一隻でも失えば、それは大勝利を失敗に変えてしまうことになる。リスクとリターン。南雲の天秤は保全へと大きく傾きました。午後1時30分、南雲中一はついにその重い口を開きます。全艦反転、進路北。その命令の意味を理解した瞬間、飛龍の山口多門は絶句したと言われています。帰るのか？目の前に敵を残して。進路北。それはハワイに背を向け日本へ帰ることを意味していました。第三次攻撃は幻と消えました。赤城の環境では多くの参謀たちが安堵のため息をつきました。これで無事に帰れる。勝ったまま終わることができる。誰一人としてこの判断が間違いだとは言いませんでした。当時の軍事常識では南雲の判断は極めて妥当で理性的だったのです。
しかし彼らは気づいていませんでした。自分たちが背を向けたその先に450万バレルの石油と巨大なドックというアメリカ軍をよみがえらせるための魔法の杖を残してしまったことに。完璧な勝利だ。ナグム中将は帰りの戦室でそう確信していたことでしょう。彼は任務を完遂しました。敵艦隊を壊滅させ、味方の空母を無傷で持ち帰ったのです。これ以上ない100点満点の仕事です。しかし、戦争という巨大な怪物は、この常識的な判断こそを最も残酷な罠として利用しました。南雲がリスクを避けた、その瞬間こそが、日本が太平洋戦争で勝つ可能性を永遠に閉ざした瞬間だったのです。歴史の分岐点。それは何かが起きた時ではなく、何もしなかった時に訪れるのかもしれません。1941年のクリスマス、ハワイ・真珠湾に一人の男が降り立ちました。チェスター・ニミッツ提督。更迭されたキンメル長官に代わり、壊滅した太平洋艦隊を立て直すために送り込まれた新司令長官です。彼を出迎えたのは、腐敗した重油の強烈な悪臭と、湾内に横たわる鉄の死体たちでした。港の底には、かつての栄光である戦艦たちが泥に埋まり、何千もの兵士の遺体がまだ艦内に閉じ込められたままです。部下たちは絶望に打ちひしがれていました。提督、艦隊は終わりました。何もかも破壊されました。しかしニミッツは沈黙したまま、港全体を視察し続けました。そしてある地点で足を止めると、意外な言葉を口にしました。諸君、日本軍はミスをした。彼らは最も重要なものを残していってくれた。ニミッツの視線の先にあったもの、それは黒煙を上げる戦艦軍の向こうに無傷でそびえ立つ銀色のタンク群でした。そこには約450万バレル、トン数にして約70万トンもの重油が保管されていました。これは単なる燃料ではありません。太平洋艦隊が活動するための血液そのものです。もし南雲機動部隊がこのタンクを破壊していたらどうなっていたか。専門家によるシミュレーションは背筋が凍るような結果を示しています。当時、ハワイで消費される石油はすべてアメリカ本土からの輸送に頼っていました。もしこの450万バレルが燃やされていれば、真珠湾は燃料切れを起こし、艦隊基地としての機能を即座に喪失します。アメリカ海軍に残された道はただ一つ。ハワイを放棄し、残存艦隊を4000キロ彼方の西海岸、サンフランシスコやサンディエゴまで撤退させることだけです。艦隊が西海岸へ下がれば、ハワイは孤立します。日本軍は太平洋の西半分を完全に支配下に置き、ハワイ攻略さえ視野に入ったでしょう。そして、アメリカ軍が再びハワイまで前線を押し戻すには、膨大なタンカーの建造と兵艦網の再構築が必要になります。ニミッツ提督が後に語った通り、戦争はあと2年、長引いたはずです。しかし、日本軍はこの黒い血を流させなかった。タンクが無事であることを見たニミッツは、直ちに反撃の青写真を描き始めます。燃料はある。ならば、次は船だ。日本軍が見逃したもう一つの宝、それが海軍工廠のドックです。戦艦を修理するための巨大な工場設備もまた無傷でした。ここからアメリカ工業力の底力が爆発します。サルベージ作戦の開始です。沈んだ戦艦は浅い港内であったことが幸いしました。
潜水夫たちが潜り、穴を塞ぎ、強力なポンプで海水を汲み出す。すると死んだはずの巨漢たちが泥の中から復讐の亡霊となってよみがえったのです。戦艦ウエストバージニア、カリフォルニア、ネバダ。日本軍が撃沈したと祝杯を挙げた艦たちは、この無傷のドックで驚異的なスピードで修理され、次々と戦列に復帰していったのです。彼らは後にレイテ沖海戦などで日本艦隊への復讐を果たすことになります。真珠湾は墓場ではなく、不死鳥がよみがえる再生の工場となっていたのです。なぜ日本軍はこれを見逃したのか。それは戦艦同士の決戦に固執し、戦争を支える兵隊を軽視する日本海軍の悪癖そのものでした。目に見える敵しか見えていなかった日本。戦争全体を見ていたアメリカ。ニミッツは修理現場を回りながら確信を深めていました。日本は我々の戦意をくじくつもりでここを攻撃したのだろうが、実際には眠れる巨人を怒らせ、しかもその巨人に武器まで残していった。そしてこの修理工場の温存が半年後、日本にとってこれ以上ない最悪の形でその報いを受けることになります。真珠湾攻撃から5ヶ月後の1942年5月、珊瑚海海戦で大破した空母ヨークタウンが足を引きずるように真珠湾に帰ってきました。通常の判定なら修理に3ヶ月。しかしニミッツは命令します。3日だ。3日で直せ。1400人の熟練工が投入されました。彼らは文字通り寝ずに働きました。そして約束の期限、ヨークタウンはまだ修理工たちを乗せたまま出撃しました。走りながら直す。アメリカの合理主義と執念が常識をねじ伏せたのです。彼女が向かった先はミッドウェー。そう、南雲忠一が率いる機動部隊が待つ海です。真珠湾でドックを壊さなかったというたった一つの判断ミスが巡り巡って南雲自身の喉元に刃となって帰ってくる。歴史の因果はかくも残酷なものでした。1942年春、日本列島は熱病のような寒気に包まれていました。真珠湾に続きマレー沖海戦、シンガポール攻略、インド洋作戦。ニュース映画は連日日本軍の無敵ぶりを伝え、国民は勝利に酔いしれていました。しかしその勝利の美酒の中に致死性の猛毒が含まれていることに軍の上層部は気づいていませんでした。ビクトリー・ディジーズ。あまりに簡単に勝ちすぎたがゆえの慢心です。真珠湾攻撃の不完全さ、撃ち漏らしたドック、燃やさなかった石油、そして不在だった空母。これらはまあ大丈夫だろうという甘い見通しの中で忘れ去られていきました。アメリカ海軍は腰を抜かしている。出てくるまで数年はかかる。その油断が次なる作戦計画をずさんなものにしていきます。山本五十六はさらなる決定打を求めて次なるターゲットを定めました。太平洋の要衝、ミッドウェー島。ここを攻めれば残ったアメリカ空母も必ず出てくる。そこを一挙に叩き潰す。指揮を執るのは再びこの男、南雲忠一中将です。しかし彼の率いる機動部隊は半年前の精悍さを失いかけていました。伝染の疲れ、そして何より自分たちは無敵だという弛緩した空気が艦隊を覆っていたのです。
一方、真珠湾。日本軍が無力化したと信じていたこの港では、奇跡のような光景が繰り広げられていました。5月27日、珊瑚海海戦で瀕死の重傷を負った空母ヨークタウンが入港。通常なら本土で3ヶ月かかる修理です。しかしニミッツ提督は3日で直せと言命しました。不可能だと叫ぶ技術者たちに彼はこう言ったと言います。日本軍がドックを残してくれたおかげで、ここには最高の設備と電力が余っている。やれるはずだ。1400人の工員が不眠不休で働き、破損した装甲板を剥がし、新しい鉄板を溶接していく。真珠湾のドックは、まるで巨大な心肺蘇生装置のように機能しました。そして、わずか72時間後、ヨークタウンは黒煙を上げながら出撃していきました。日本軍のデータでは撃沈扱いになっている彼女が、まさかミッドウェーの海で待ち伏せしているとは、南雲中将は夢にも思っていなかったのです。1942年6月5日、運命の朝、ミッドウェー沖。南雲機動部隊はミッドウェー島の基地を空爆していました。しかし、ここでも情報が彼を裏切ります。敵空母、らしきもの見ゆ。遅すぎた索敵機の報告。真珠湾の時と同じ悪夢が南雲を襲います。空母がいるのか。南雲の艦隊の甲板には、陸上攻撃用の爆弾を積んだ機体が並んでいました。敵の空母を叩くには、これを魚雷に積み替えなければなりません。兵装転換だ、急げ。甲板は大混乱に陥ります。重い爆弾を外し、魚雷を装着する。整備員たちが必死に走り回るその魔の5分間。南雲中将は祈るように空を見上げました。あと5分。あと5分あれば攻撃隊を出せる。しかし、歴史は彼にその5分を与えませんでした。午前10時22分。運命の時が訪れます。上空から米軍の急降下爆撃機体が襲いかかります。その中には、ヨークタウンから発進した攻撃隊の姿もありました。真珠湾で殺し損ねた幽霊が復讐のために舞い戻ってきたのです。急降下直上。ドーンドーン。被弾した赤城、加賀、そして宗龍。日本が誇る主力空母3隻はわずか数分の間に次々と火だるまとなりました。誘爆に次ぐ誘爆。世界最強を誇った機動部隊はわずか数分で燃える鉄くずへと変わってしまったのです。しかし、この地獄の中でたった一隻無傷で生き残った空母がありました。山口多門少将が座乗する空母飛龍です。目の前で燃え上がる3隻の両艦。普通の指揮官なら絶望し撤退を考える状況です。しかし山口は違いました。我、これより航空戦の指揮を取る。前期発進、敵空母を叩け。彼は即座に反撃を命じました。狙うは真珠湾からよみがえった亡霊、空母ヨークタウン。山口が放った攻撃隊は執念でヨークタウンを捕捉し、これに痛撃を与えます。真珠湾で仕留め損なった敵に最後の一矢を報いたのです。しかし集荷できせず、夕刻、米軍の集中攻撃を受け、ついに最後の砦、飛龍も力尽きました。月がきれいだな。山口多門はそう言い残し、
ミッドウェーの深海へと消えていきました。彼を殺したのは米軍の爆弾でしたが、彼をここまで追い詰めた誠のもとは、半年前に自分たちが真珠湾に残してきてしまったインフラという名の怪物だったのかもしれません。赤に加賀、蒼龍、フィリュウ。真珠湾を奇襲した主力空母4隻はこの日すべて海の木図となりました。日本はこのたった1回の海戦で開戦以来の主導権を完全に失いました。真珠湾での完璧な勝利からわずか半年、南雲忠一が艦隊を無傷で持ち帰るために選んだ反転という安全策。その判断が皮肉にも艦隊を全滅させる未来を引き寄せてしまったのです。戦術的な成功に酔いしれ、戦略的な詰めを怠った代償。それは国家の存亡に関わるほどあまりにも高くつきました。真珠湾での栄光から2年半後の1944年7月、サイパン島。南雲忠一はこの絶海の孤島で生涯を閉じようとしていました。ミッドウェー海戦での敗北後、彼にも一度だけ汚名返上の機会がありました。その後の南太平洋海戦で、南雲は米空母ホーネットを撃沈するという意地を見せています。しかし、それもまた多くの熟練パイロットを失う傷だらけの勝利に過ぎませんでした。結局、彼は主力艦隊の指揮権を剥奪され、海を追われます。そして行き着いた先が敗色濃厚なサイパン島の守備隊司令官という死に場所でした。圧倒的な米軍の上陸を前に万策尽きた南雲は洞窟の中で自決を選びます。享年57。彼が最後に見たサイパンの空は、かつて彼が見逃したアメリカの艦隊と焼き払わなかった燃料で飛ぶ無数の爆撃機によって埋め尽くされていたことでしょう。真珠湾の英雄の最後としては、あまりに寂しく皮肉な幕切れでした。戦後歴史家たちは幻の第三次攻撃について終わりのない議論を続けてきました。ある者は言います。やはり南雲は臆病だった。あそこでリスクを冒してでも石油を焼いていれば、日本はもっと有利な条件で講和できたかもしれない、と。しかし別の軍事専門家はこう擁護します。いや、あの時点での反転は正しかった。日没が迫っていた。夜間着艦の訓練を受けていない搭乗員を暗闇の海に戻すことは自殺行為だ。もし無理をして機動部隊が真珠湾で壊滅していたら、日本はもっと早く負けていただろう。どちらも真実の一側面です。現場の指揮官としての戦術的合理性、国家の命運を握る者としての戦略的冒険。南雲忠一はその巨大なギャップの狭間で引き裂かれ、誰も正解を知らない孤独な決断をたった一人で背負わされていたのです。もしあの時、山口多門の進言通り攻撃隊が再び空を舞っていたら、もし450万バレルの石油が黒煙となっていたら、歴史にもしは禁物ですが、一つだけ確かなことがあります。あの日の真珠湾には戦争の勝敗を決めるスイッチが確かに存在していました。しかし日本軍はそのスイッチを押さずに通り過ぎ、アメリカ軍は首の皮一枚でそのスイッチを守り抜いた。勝者と敗者を分けたのは兵器の性能でも兵士の数でもなく、ほんの一瞬の判断と、それが招いた因果の連鎖でした。真珠湾の海底に眠る戦艦アリゾナからは、80年以上が経った今も微量の重油が漏れ出し続けています。人々はこれを黒い涙と呼びます。
それはあの日死んでいった兵士たちの無念の涙か、それとも燃やされることのなかった石油が歴史の皮肉を今に伝える静かなメッセージなのかもしれません。真珠湾、運命の決断。その答えは今も青い海の中に深く沈んだままです。